こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気ですか？このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしていきます。話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にもたくさん字幕を用意しているので、そちらを活用して、ぜひ最後まで楽しんでみてください。はい、ということで、今日のテーマなんですけど、私が飼っているペットについてお話をしていきたいと思います。皆さん、ペット何か飼ってたり、飼ったことあったりしますか？私は実家、その地元にある家族と一緒に住んでた家では、ずっとワンちゃんを飼ってました。柴犬だったり、あとはミニチュアシュナウザーだったり、飼っていたんですけど、皆さんのお家にはワンちゃんとか猫ちゃんとか何かペットいますか？ぜひコメントで教えてください。はい。で、今なんですけど、私、韓国人の彼と一緒に2人で、福岡県の博多というところに住んでいます。で、そのお家にペットがいるんですけど、それがなんと、じゃーん、フェレットです。フェレットって皆さん聞いたことありますか？こんな細長いイタチの仲間の生き物です。ちょっと今寝起きなんですけど、フェレットって実は1日に15時間くらい寝る生き物だって言われてます。で、この子、名前がウルって言います。男の子です。で、ウルも実際毎日ずーっと寝てます。たくさん寝て、たまに起きていっぱい遊んでまた寝てます。もうすごく可愛いんですけど、フェレットって体がすっごく柔らかいんですよ。ちょっと寝相を皆さんに見ていただきたくて、ちょっと写真こんな感じなんですけど、すごいですよね。こんな感じで、もう、それって寝れるのってくらい、こう、ぐにゃぐにゃになって、体が柔らかいので、もうこんなまん丸くなって寝てます。すごい可愛いですよね。もう毎日毎日、いろんな寝相で寝てくれるので、毎回、びっくりするんですね、それに。でもほんといつも、可愛いな、めっちゃ寝てると思いながら見てます。ウルですね。こんな感じです。すごい可愛いですよね。でもめっちゃ短くて、で、いつもこの短い手足で一生懸命悪いことしてます。なんか高いところに登って物を落としたりとか、すごくいたずらが大好きな性格です。ウルです。皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、フェレットを飼っているんですね。皆さんフェレットって飼ったことあったり、あとは触ってみたり、見たことあったりしますか？フェレットを飼ってる人、日本ではあんまりたくさんいないんですけど、フェレットって飼ってみるともうすごく可愛いんですよ。結構、フェレットってずっと寝てるって言ったんですけど、起きると結構活発で好奇心が旺盛なんですね。好奇心旺盛っていうのがいろんなこと、何でも興味を持つことなんですけど、もうカバン1個でも置いておくと、何これ何これって言ってこう爪でカリカリしたりとか、こう中開けて入ったりとか、あとはビニール袋が好きなので、ビニール袋とかがあると、下にポイってわざと置いとくと、その中に入ってずーっと遊んでます。そんな感じで好奇心旺盛だったり、活発、元気があるんですけど、起きてる時はなんかぴょん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 って飛ぶんですね。フェレットって独特な動きをするんですけど、本当にこうぴょん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 飛び跳ねながら、楽しい楽しいってやるんですよ。もうその姿がすっごい可愛くて、起きてるといつも一緒に遊んでます。皆さん見たこととかありますか？なんか興味ある方、ぜひインスタとか YouTube とかで、フェレットとかって調べると、いろんな姿が見られると思います。ぜひちょっと見てみてください。フェレットを飼ってると困ることが一つあります。それが、フェレットってほんと小さい泥棒って呼ばれたりもするんですけど、泥棒っていうのが物を盗む人のことなんですね。フェレットはたくさん物を盗みます。っていうのも、小さいものとかがあると、こうそれを加えて自分のお気に入りの場所に隠しちゃうんですね。で、私たちだとよく靴下とかハンカチとか、こう手を拭くタオルですね。そういったものを取られます。いつも靴下が1個ないなとかって思って探したり、部屋掃除してると、すごい冷蔵庫の横の隅っこの方とか、ベッドの下とかに靴下がたくさん隠されてるんですよ。
とか、前もカバンについてるこんなちっちゃなストラップなんですけど、なんかそれが急になくなって、私どっかで落としちゃったかなって思ってたら、それも冷蔵庫の裏から出てきたんですね。で、ストラップのところとかがもうちぎれちゃってて、ウルがガジガジ多分噛んで、ちぎって、それを自分のお気に入りの場所に隠してました。そんな感じで、フェレットって小さい泥棒って言われるだけあって、本当に物を盗んで隠しちゃうんですね。でもそういったところも含めてめちゃくちゃ可愛いです。で、実際そのおもちゃとか、私たちの靴下とかを加えて運んでる姿も可愛いんですよ。さっき見ていただいた通り、手足が短くて体がすごく長いので、何かをこう加えて歩く時も、手足が短いので、ずっとそれをもう引きずって歩いてるんですね。でも一生懸命、こう、1、2、1、2って感じで、運んでいるのがすごく可愛いです。もちろん、物を取られるとすごく困るんですけど、でもそういったところも可愛いポイントの一つかなと思います。ちなみに、ウルをお迎えした時、お迎えするっていうのが、その家族として私たちのお家に来てもらうこと、それをお迎えするっていうんですけど、私たちがそのウルをお迎えするきっかけは、ペットショップに行った時なんですね。ペットショップで最初はハムスターをお迎えしようかなって思ってたんですけど、その時に横で一生懸命こう、触って触ってっていう風にアピールしているウルがいて、もうほぼ一目惚れでした。一目惚れって皆さん聞いたことありますか？なんかこう、一目見た時から、初めて見た時から、もうこの子だってなる感じなんですけど、もう一目惚れしました。これって結構恋愛とかでもよく言いますね。一目惚れ。初めて見た時からその人のことを好きになっちゃったとかっていうのを一目惚れしたって言います。これ結構使うのでぜひ覚えていてください。私たちはウルに一目惚れしてお迎えを決めました。で、やっぱり初めてフェレットをお迎えしたので、最初はたくさん勉強をしました。やっぱりペットを飼うって、その家族が一人増えるっていうことで、責任もたくさん生まれるかなと思うんですけど、その分、たくさん思い出とかもできたり、やっぱり自分たちを待ってる家族がいるっていうだけで、お仕事を頑張る理由になったりとか、早く家に帰りたいみたいな理由の一つになっています。もう本当にウルが可愛くて、結構お外でお仕事していると、早くウルに会いたいので、もうお仕事終わったらすぐ帰ります。皆さんもペット飼ってる方とかいますかね？なんかやっぱりお家でペットがこう待っていると思うと、早く家に帰りたいってなったりしませんか？こう家に帰ったらおかえりっていう風に駆け寄ってくれる姿とかでも疲れが一気に取れるというか、本当に幸せを感じられる瞬間かなと思います。他にも私、動物がもともとすごく大好きなんですよ。ちょっと動物園に行った時の写真とかを皆さんにシェアしたいんですけど、これ何かわかりますか？これキリンです。キリンって見たことありますか？これ日本の和歌山県っていうところにある動物園なんですけど、ここではキリンに餌をあげることができました。今できるのかはちょっとわからないんですけど、私が行った時はできたんですね。で、もうこの距離なんですよ。もう本当に顔からもう30センチくらいの距離にキリンがいます。で、本当キリンにこう手渡しで餌をあげるとか、そういった体験ってなかなかできないので、すごくいい思い出になっています。とか、あとはこんな感じで、鳥を手に乗せる体験とかもしました。鳥も可愛いですよね。私、鳥とかを飼ったことがないんですけど、私の地元の島根県にも、鳥にたくさん触れ合える動物園があったんですね。なので、そことか行くと、鳥がもう頭とかにも乗ってくるんですよ。もうすっごい可愛くて、ちょっと怖いんですけど、そういった風に動物が大好きです。皆さんは何かこう、飼ってみたい動物とか、好きな動物とかっていますか？ぜひコメントで教えていただきたいです。他にも最近私がちょっと興味がある生き物がいて、それがトカゲです。トカゲってわかりますか？こんな感じなんですけど、私最初ちょっとあんまり可愛いって思えなかったんですね。ちょっとなんなら怖かったんですけど、彼がずっとトカゲが飼いたいって言っていて、私は最初怖いから嫌だなって思ってたのに、ずっとこうペットショップとかで見たり、あとはインスタとかで見ていると、すごい可愛いなって思うようにはなってきました。もし今ペットを飼ってる方とかいたら、ぜひなんかこうペット、どんなの飼ってるよとかも教えていただけたら嬉しいです。
はい。ということで今日はペットについてお話をしました。私が飼っているのはフェレットっていう生き物です。名前がウルです。たまにポッドキャストしてると後ろでチャ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 みたいな音が聞こえる時があるかなと思うんですけど、それはウルが歩いている音になります。なるべくウルが寝ている時間に撮ろうと思っているんですけど、やっぱりどうしても撮影しているとウルが急に起きちゃったりすることがあるんですね。なので、もし足音とかが入ってたら、あ、ウルが歩いてると思ってください。はい、という感じで今回のエピソードは以上になります。いかがでしたでしょうか？今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。